皆さんこんにちは。低糖質ダイエットやケトジェニックダイエットの情報やレシピをお届けします。夜桜ロカボキッチンの夜桜と申します。このチャンネルでは低糖質ダイエットの一種であるケトジェニックダイエットを主にいろんな低糖質ダイエットなどを紹介したり、レシピの紹介をしたりしていきたいと思います。ケトジェニックについて知りたい方、そして低糖質レシピに興味がある方はぜひチャンネル登録、そして通知設定をしておきますと、新しい動画が出るとすぐにご覧になることができます。ではまずはじめに、低糖質ダイエット、ケトジェニックダイエットとは何か。低糖質ダイエットとは名前通りに食べる糖質の量を減らすダイエットです。これだけ。糖質さえ抑えていれば食べる量などは問わないという全人類が夢に見た美味しく食べながら痩せることができる素晴らしいダイエットです。完璧にダイエットサプリの売り文句ですね。しかし実際そうなんです。今までは脂質を食べると太るとか逆に良くないイメージがあったのですが、最近だと逆に脂質ではなく糖質、つまり炭水化物こそが太る原因という、そんな卵は1日1個までみたいな、どっちなんだよって話が出るようになりました。要は低糖質理論ですと、摂取する糖質を減らせば痩せるということです。巷で有名な低糖質ダイエットの場合、糖質を抑えればいいからといった感じで、どのくらい減らせってんだよという感じでして、目安やシステムが全くない感じでした。ケトジェニックは簡単に言うと、低糖質ダイエットをシステム化したもの。はっきりとした目安を設け、それに従って食べる、そんなダイエットです。で、先ほどから連呼してますこの糖質とは一体何かと言いますと、これは体が吸収しエネルギーとして使うことができる炭水化物のことです。で、なぜ別名のように呼ばれているかと言いますと、糖質は炭水化物の一部でありまして、炭水化物というのは先ほど言いました糖質と食物繊維を一括にして呼ぶ名称です。低糖質ダイエットでは炭水化物のうち糖質のみを考慮することになります。低糖質やケトジェニックですが、極端に炭水化物の量を制限するので、始める前にお医者様とのご相談を強くお勧めいたします。それではまず最初に、ケトジェニック状態、ケトーシス状態になる条件とは何か。ケトーシス状態というのは血中ケトン体が上昇し、脂肪をエネルギーとして使う状態のことを指します。血中ケトン体が上昇したことによって、体が普段使う糖質ではなく脂肪をエネルギーとして使うようになります。その作用により体の脂肪を減らすという原理です。ケトン体の分泌量はインシュリンの分泌量が少ないと増えるので、インシュリンの分泌を抑える必要があります。なので体内のインシュリン分泌を抑えるため、糖質を減らす必要があるということになります。代表的に糖質が多い食べ物を挙げますと、小麦粉でできたパンや麺、お米、芋類など、普段主食として口にしているものが糖質を多く含んでおります。米もパンも食えんかったら食べるもんなくない？自分も最初始めた頃は何食えてんだよって思ってましたが、やってみたら意外と食べるものが多かったと気づかされました。では、ケトーシス状態になるため、そして保つためにはどうするべきでしょうか。一番大事なルールは、低糖質、中タンパク、高脂質の3拍子になります。糖質が太る原因ならタンパクなんで制限すんのと思いますが、これにつきましてはいろんな意見がありまして、タンパクを摂りすぎると体内で足りない糖質を補うためにタンパクをエネルギーに変換し、結局は体の贅肉に変わるということだそうです。そして脂質を多く摂ることで、体が脂質をエネルギーとして使うことを促進させ、体内の脂肪をみるみる燃やすということらしいです。では、どれをどのくらい摂取できるのかを考える前に、まず難易度の設定から始めることになります。低い難易度ほど制限が緩やかな代わりに、
減量も緩やかになります。緩い順からロカボ、イージーケト、ケトジェニック、ゼロケト、カニボアがあります。ロカボに限りましては緩い糖質の制限はあるものの、他には特に制限がないので初心者にはおすすめです。イージーケトから糖質の制限がきつくなり、タンパク質にも制限がかかるようになります。そして一番下にありますカニボアダイエットはまたいつか別の動画で説明したいと思います。では各難易度の詳細を見てみましょう。初心者の方はイージーケトをおすすめします。自分が設定した難易度に基づいて1日に摂取できる糖質とタンパク質の量を決めてください。糖質におきましてロカボの場合は 100g 以下、イージーケトの場合 50g 以下、ケトジェニックの場合 20g 以下、ゼロケトとカニボアの場合 0g となります。ここで多分お気づきだと思いますが、糖質摂取量は明確なのですが、タンパク質は各自計算していただくことになります。計算方法は至ってシンプルで、自分の体重だけ知っていれば計算が可能です。1日摂取可能なタンパク質は自分の体重 ×1 から 0.8g になります。例えば自分の体重が 100kg だった場合、イージーケトの場合 100×1 イコール 100g となります。別例ですと自分の体重が 80kg だった場合、ケトジェニックの場合 80×0.8 イコール 64g となります。では糖質とタンパク質はどのくらい取ればいいか、上の表で明白にお分かりかと思います。では脂質の場合どのくらい取ればいいのでしょうか。これにつきましてこれといった量はないのですが、できるだけ多く取れば取れるほど良いということになります。例えば普段肉を選ぶとき脂の乗っている部位を選んでいただいたり、調理にオイルなどを用いて摂取する脂質の量を意識しながら増やしてください。では本日のおさらいです。1、ケトジェニックは低糖質ダイエットの一種である。2、低糖質、中タンパク、高脂質で食事をとること。3、摂取する糖質が少ないほど効果が出やすい。4、難易度には段階があり、段階で摂取可能な糖質の量がだんだん減っていく。だんだんの順はロカボ、イージーケト、ケトジェニック、ゼロケト、カニボアの順で糖質の量が減っていきます。5、タンパク質摂取量は自分の体重 ×0.8 から 1.0 とする。例えば体重 100kg ならイージーケトの場合は 100g、 ケトジェニックの場合は 80g のタンパク質が取れることになります。長い説明お聞きいただきましてお疲れ様でした。まだまだ取り扱いたい内容は多かったのですが、残念ながら時間のようです。今日はすぐにケトジェニックを始められるよう時間の都合上一番基本だけをお教えいたしました。これからケトジェニックのいろんなノウハウをお伝えしていきたいと思います。次回はケトジェニック中に食べれるもの、食べれないものや甘味料について語っていきたいと思います。もしよろしければ動画の評価とコメントを残してくれると嬉しいです。チャンネルにレシピの動画もありますので、ぜひこれから始まるケトジェニックライフを楽しんでください。ではまたのお越しをお待ちしております。以上で夜桜ロカボキッチンの夜桜でした。ありがとうございました。